厳重融合開始。クジャクとチベタンマスティフが一つの命に。新たな幻獣シームルグ誕生。以降に各種の詳細な生物学的説明を加える。インドクジャク、インディアンピーファウル、パボークリスタティス、分類脊索動物門、チョウダタチョウコウ、エーブズキジメ、ギャリフォームズキジカ、ファシアニデークジャク属、インドクジャク種、パボークリスタティス。インドクジャクはインド亜大陸を中心とした南アジア地域、特にインド、スリランカ、ネパール、パキスタンなどに分布するキジ科の大型鳥類であり、世界で最もよく知られたクジャクの一種です。その圧倒的な美しさから古来より多くの文化や宗教において神聖視され、現在ではインドの国鳥にも指定されています。特に注目されるのはオスの華麗な外見で、全長はおよそ 2.0 から 2.3 メートルにも達し、そのうち約 1.5 メートルは長く伸びた上を筒尾羽ではなく、尾羽の上に位置する飾り輪です。鮮やかなメタリックブルーの胸と首、そして緑や青、金属光沢を帯びた尾羽が特徴で、広げた際には目玉模様のアイスポットが放射状に広がるように見えます。これらは繁殖期におけるディスプレイ行動で用いられ、オスが尾を線状に広げて羽を振動させながらブルブルと音を立て、メスに視覚的聴覚的なアピールを行います。一方、メスクジャクのメス、またはコウジュンは全体的に褐色を基調とした地味な灰色を持ち、尾羽も短く、アイスポットは見られません。このような外見の差は、性的に系と呼ばれ、繁殖行動や捕食回避などの進化的要因によって形成されたと考えられています。インドクジャクの食性は雑食性で、主に地上を歩きながら、種子や果実、昆虫、小型の爬虫類や両生類などを採食します。農地や森林の淵、または開けた草原地帯に生息し、人間の生活圏にも比較的よく適応します。日中は活発に活動し、夜になると樹上に登って休息する樹上性の習性もあります。飛翔力は弱く、高く長く飛ぶことはできませんが、短距離を助走をつけて木に飛び乗ることは可能です。繁殖期はインドでは主に6月から10月にかけてで、この期間、オスは複数のメスに求愛し、一夫多妻制の形をとります。求愛行動にはディスプレイが重要な役割を果たし、その派手さがメスの注意を引く鍵となります。巣は地上の茂みや草むらに作られ、メスは単独で2から6個の卵を産み、抱卵から育数まで全てを担当します。ヒナは孵化後すぐに歩けるようになり、メスの後について行動します。文化的にはインド神話や宗教に深く根ざしており、神クリシュナが愛した動物としてしばしば登場するほか、戦の神スカンダ、カールッティケイアの上記でもあります。その優雅で神々しい姿は絵画、刺繍、彫刻、建築装飾などにも多く取り入れられ、芸術的表現の象徴となっています。また、不死や再生、純潔を象徴する存在としても扱われ、西洋文化でも神話的な意味合いを持つことがあります。インドクジャクはその壮麗さからしばしば観賞用としても飼育され、世界中の動物園や庭園で見ることができますが、野生種としてはその生息域の破壊や密猟によって一部地域で個体数が減少している場所もあります。しかしインド本国では厳しく保護されており、野生下でもその美しい姿を見ることが可能です。チベタンマスティフ、カニスルプスファミリアーリス、分類脊索動物門、超ダタ哺乳綱ママリア食肉目カーニボーライヌかカニデイ犬属、イエーヌ種、カニスルプスファミリアーリス。チベタンマスティフは標高の高いチベット高原を原産とする古代犬種であり、数千年の歴史を誇る護衛犬です。
その起源はアジア最古の家畜化犬の一系統にまで遡るとされており、遊牧民の間で家畜を狼や豹、さらには人間の侵入者から守る役割を担ってきました。その名の通り、チベットの番犬であり、現地では同期チェンドーキー、すなわちつながれた犬という名で親しまれています。成犬の体高はオスで66センチメートル以上、体重は45から75キログラム、個体によっては90キログラムを超える例もあるなど、現存する犬種の中でも屈指の巨体を誇ります。全体的な体型はがっしりと筋肉質で骨格が重厚で非常に力強く、立ち姿だけでも威圧感を放つ存在感を有します。最大の特徴は豊かな皮毛にあり、とりわけ首や肩周りのたてがみ状の毛はライオンを思わせる堂々たる風貌を作り出しています。この特徴的な皮毛はダブルコート構造で極寒の環境でも体温を維持できるほどの断熱性能を持ち、標高4000メートルを超えるような高地の寒風にも耐える適応力を備えています。毛色は非常にバリエーション豊かで、ブラック&タン、黒地に気褐色の差し毛、ソリッドブラック、ディープゴールド、レッド、ブルーグレー、さらには稀にホワイトマーキングを持つ個体も確認されています。耳は垂れ耳で顔にはシワが刻まれ、深く知性的な眼差しと相まって威厳に満ちた表情を見せます。太くふさふさした尾は背中にカールするように持ち上げられ、全体として重心のような神秘的な印象を与える外見となっています。チベタンマスティフの性格は誇り高く非常に独立心が強い一方で、飼い主や家族に対しては深い忠誠心を示します。群れの秩序を重んじる本能が強く、幼少期からの適切な社会化が求められます。特に見知らぬ人物や動物に対しては強い警戒心を示し、縄張り意識も非常に強いため、護衛犬としての資質は群を抜いています。ただし、その反面、都会や集合住宅など、人の多い環境では過剰なストレスとなる可能性もあり、飼育には広いスペースと高い管理能力、そして信頼関係の構築が不可欠です。また、知能が高いゆえに頑固な一面もあり、訓練には一貫性と辛抱強さが求められます。権威に対する自然な敏感さがあるため、支配的な態度ではなく、尊敬に基づいたリーダーシップが有効とされています。初心者向きではない犬種として知られますが、適切に育てたチベタンマスティフは家族に対して愛情深く穏やかで落ち着いた性格を見せるようになります。文化的背景においても、この犬はチベット仏教文化と強く結びついています。チベットの僧院や村落では、悪霊や外敵から聖域を守る存在として神聖視され、雪山の神剣、聖獣などの異名で崇められてきました。伝承の中には、神々の使いとして、天界と地上を行き来したという伝説も残っており、その存在は霊的な象徴とみなされていました。近年では中国や中東の一部の富裕層の間で希少な高級犬種として話題となり、一頭数百万円から数千万円という高額で取引されることもあります。しかしながら、その迫力ある外見と飼育の難しさが相まって、一般家庭での飼育には慎重な判断が求められます。見た目の美しさに惹かれるだけではなく、その本質と向き合える覚悟のある飼い主のもとでこそ、チベタンマスティフは本来の誇り高い姿を見せてくれるのです。シームルグ、シマック、カナビパボーサピエンティス、分類幻想界動物界、ファンタスティカ聖獣公サンクティモンファワ、獣目、ベニファーリフォームズサトシ翼獣家、サペンタビリーシームルグ族、守護非小種、カナビパボーサピエンティス。シームルグは、ペルシャ神話、及び広く中東文学、イスラム世界の伝承において語られる、神聖なる天空の守護獣であり、知恵、癒し、再生の象徴として崇拝されてきた、超自然的存在です。
その姿は鳥と獣の融合体とされ、視覚的にも精神的にも強烈なインパクトを持つ神獣であり、見る者に畏敬と安堵を同時に与える稀有な存在です。描写は時代や地域によって微妙に異なりますが、基本的には犬あるいはライオンのような獅子と顔を持ち、胴体には金属光沢を放つ青緑の羽毛を備えています。その背からは大鷲のような巨大な翼が広がり、足には鋭く曲がった鍵爪を持ち、木の枝に止まる姿はまさに天空の王者の威厳を体現しています。そして最大の特徴が、クジャクの尾羽を思わせる長大な尾であり、そこには真理の目、The Eyes of Truth と呼ばれる無数の目状紋が刻まれています。この尾羽は単なる装飾ではなく、空気中の微細な波動や心の動き、時間軸に存在する記憶すら読み取る器官とされ、過去、現在、未来を見通す羽として、神話内で重要な役割を果たします。ある物語では、倒れた王に一本の羽を授け、それを焚くことで、彼女自身が姿を現し、病を癒し、国の再建に助力したとされています。生息地は神話上世界の中心、または知恵の山アルバズや TAF の山の頂上、あるいは生命の源とされる聖なる木がおける長川アレナに住むとされ、人間界とは隔絶された工事の存在領域に位置します。シームルグはこの高みから全世界を見渡しており、天と地のバランスが崩れた時にのみ介入する秩序と調和の守護者とされています。知性は非常に高く、人間の言葉を介し、すべての動物の言語も理解できるとされます。その知識は天文学、植物学、哲学、医学にまで及び、シームルグの語る一言は、時に王国の運命を左右する力を持ちます。また、自身の体毛一本には宇宙の英知が宿るともされ、その羽焼けは貴族や僧侶によって聖遺物として重宝されてきました。この再生の儀式は、魂の純化そのものであり、見る者の内なる闇すらも焼き尽くすと語られています。良き者には導きと癒しを、悪しき者には恐怖と審判を授ける二面性を持つ聖なる試練者とも言える存在です。文化的には、ペルシャ詩人フェルドーシーのシャーナーメ王書やスーフィズム文学において重要な役割を果たしており、精神的象徴、魂の同志、神の意志を伝える仲介者として登場します。また、イスラム美術や絨毯、書籍の装丁、宮廷の壁画などにその姿が描かれ、多くの人々の心の中で理想と希望の化身として受け入れられてきました。現代でもシームルグは神秘学、幻想生物学、創作作品において多くのインスピレーションを提供しており、その姿はまさに幻想の真珠の完成形と言えるほどの完成度と象徴性を持っています。人と自然、天と地、過去と未来、善と悪、あらゆる対立と調和の中心に佇む存在。それがシームルグなのです。次回、新たな幻獣現る。お楽しみに。チャンネル登録お願いします。